夢を叶える私の愛し方。自愛力を育てましょう。この本は自分が好きになれず自信が持てないことから生きづらさを感じている人、またスピリチュアルを学んだりいろいろと取り組んだりしたけれど効果が出ないと嘆く人のために書きました。どうしても他人と比べてしまう。どうしても他の人が気になる。自分を愛する力、自愛の弱さが様々な生きづらさの原因になっています。皆誰かが気になって、その誰かより幸せになりたいと思っています。そして一番大切なことを見逃しているのです。自分の基準より他人の目を気にしてしまう。評価を気にしたり、世間の常識に振り回されてしまう。その誰かは誰ですか？本当に存在する人ですか？あなたは今たくさんのもの、他人に囲まれて生きています。そして毎日が無数の選択の中で生きています。そんな世界ではいつも自分を見失いがち。もっとすごい人がたくさんいるように見えてしまう。自分はどうしてそうできないのだろう。あの人ばっかりうまくいって自分はなぜ？そう思っていませんか？これはすべて過去の私の姿でもあります。自信がない。銀行は凍結される。詐欺事件に何回も巻き込まれる。離婚する。病気になって死にかける。なんで嫌なことばっかり起こるの？どうして誰もその答えを教えてくれないの？ずっとそう考えていたんです。ある日、いい子をやめて悪い子になってみた。そうしたら変わったのです。考え方が変わっただけで地球が今までと違う世界になった。心の底の本当の望みに従って生きると生きやすくなるばかりか、私自身を大好きに思えたのです。あなたも必ず本当の自分が見つかります。それを一緒に探しに行きましょう。あなたの世界を変えるために。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は夢を叶える私の愛し方という本をご紹介します。皆さんは自分のことが好きですか？そこまで嫌いではないけど、あまり気にしたことないかも。あんまり好きじゃない。きっとこういう方が多いのではないでしょうか。でもね、やっぱり自分を好きになるってめちゃめちゃ大切みたいなんです。自分を受け入れて自分を好きになると世界が変わる。自分を愛せば宇宙に愛される。そんな未来を劇的に変える自愛力を身につける1ヶ月のトレーニングを受けてみませんか？著者は堀野恵里さん。勤めていたボランティア団体が詐欺事件に遭い、自身も借金を負う。夫と不仲になり離婚。ストレスで体調を崩し入院など辛い人生が続いていた堀野さんですが、引き寄せの法則に取り組み始めると人生が一変したそうなんです。そんな彼女が大切にしたこと、それは自分を愛するということ。思い通りに現実を動かす力、自愛力を1ヶ月で身につける方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。あと今回は動画の最後にとってもお得でワクワクする情報もお伝えしますから、そちらも楽しみにしていてくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。1日目、嫌われるんじゃは妄想。私はずっと自分が好きではなかった人間です。でも今は自分のことが好きになりました。私はもちろん完璧な人間ではないです。失敗もたくさんします。ただ、そんな自分でいいのだと現在は思っています。私も嫌われるのが嫌いでした。この人に何かしてあげないと嫌われるのではないのか。
悪口を言われるのではないのか。かつて私はそんな卑屈な恐怖感から行動していました。いつもビクビクしていた。実際に何か言われたの？何かされたの？と思いますよね。誰か他の人から嫌いって言われたことなんてないのです。でも嫌われるんじゃと自分の中で勝手にそう思い込んでしまっていたんです。よく考えてみてほしいのです。あなたが嫌われたくない本当の理由は何？なんで嫌われるのが嫌なの？不思議に聞こえるかもしれませんが、自分に得があるから私たちはいろいろな行動や考え方をしています。自分を無意識に守るためです。嫌われたくないっていうのもそのためです。もし嫌われたら、悪口を言われたら、きっと嫌な気分がしますよね。否定されたり、バカだなって思われたり、何この人って思われたり、自分が否定されるのは誰でも嫌なものです。その嫌な気持ちを味わいたくないから自分を守っています。自分のことを嫌いでいることで、本当のあなたを出さないようにして傷つかないようにしているのです。地球で一人ぼっちだったらと想像してみて。こんなことを言ったら相手を嫌な気分にさせるんじゃないの？そしたら、嫌われるかもと心配させるような人は存在しないでしょう。あなたは自由に自分のことを優先して考えることができます。嫌われるかも、悪口言われるかも。実はそんな心配はないのです。あなたはあなたらしく、他人との比較は必要ない。あなたが何か言ったとしても、受け取り方は相手に任せちゃいましょう。まず、嫌われないための行動、言動を無意識にしていないか、意識してみてください。意識するのが、まずは第一歩です。2日目、劣等感の9割が勘違い。学校や会社、地域のコミュニティ、ママ友同士、何でもいいのだけど、人の輪の中で劣等感を覚えたことはありますか？誰かと比べたときに、自分はこの人と違ってなんでこんなにできないのだろう。自分には他人から認められるような価値がないのだ。そう考えてしまうこと。それが劣等感。劣等感にもいろいろあるよね。スタイルがいい、お金を持っている、社会的地位がある、などなど、みんな誰かと比べた時に生じるもの。誰しも、あなたってすごいね、と言われたい気持ちがある。だから今の自分と比べて足りないと感じている部分を残念に思っているの。でも考えて、あなた何が足りないの？自分の中にある劣等感を隠すために人はいろいろなことをします。自分をよく見せたい、いい子でいることがその人にとって得になるのです。劣等感を隠すために有名人と知り合いだと自慢したり、自分が素晴らしい人間だと振る舞ったり、反対に不幸だと不幸自慢をしたり。有名人と知り合いだとしても、有名企業に勤めていたとしても、それはその人自身ではない。虎の意を狩る狐なんですね。虎じゃなくて誰しも狐。本当の自分で勝負すべき。そしてその方がよっぽどいい。あなたが太っている、痩せていると思っていても、他の人から見たらちょうどいいとか可愛いとか、反対に痩せすぎだとか、もう様々。あなたと他人の評価が異なることだって多々ある。可愛い、美人、親しみがある。美醜だって好みがあるからそれぞれ違う。知ってる？世界では太っている方が美人だとか、目が細い方がオリエンタルだとか、首が長いのがいいとか、いろんな基準があるの。あなたが自分で嫌だなって思っている自分を自分自身ではどう思っている？太っている？痩せている？美人？可愛い？背が高すぎる？背が低すぎる？あげたらキリがない。評価なんて様々。でも一つはっきりしているのは、あなたの嫌だなって思っている部分。それはあなたが自分自身で勝手に決めているだけだということ。決めているだけなの。そう、あなたの主観で決めているの。だから、比べる他人は本当は存在しない。
劣等感を抱く必要すらありません。意識することもなく当然にあなたは自分自身を一番好きになれるはずだった。私たちには変えられないこともやっぱりある。身長を急に高くするとか無理よね。急に首を長くするとか無理よね。そうした時にはあなたの価値を新しく作り直しましょう。あなたの中にあるあなたの短所をすべて書き出してみます。それを長所に書き直すのです。例えば、背が高いはモデルのよう。太めであるは女性らしい。決断が遅いは慎重な人。こんな感じです。自分一人ではなかなか長所にできないという場合は、仲のいいお友達とやってみるのもおすすめ。あなたが主観で決めていたものを客観的にいいものに変化させるのです。突然こうしたからといって劣等感がなくなることはありませんが、繰り返していくとだんだんと新しい意識が芽生えてきます。何はともあれ、私ってちょっといいかなと思えればまずはいいのよ。これ心理学的にも有効。あなたがいいと思えばよくなる。そういうものよ。実はあなたの価値はあなたが決めることができるの。あなたの価値はあなたのもの。誰のものでもないから。それならいい方に変えちゃう。自分は最高って思ったもの勝ちなのだから。3日目、今の生活と違うことをしてみる。チャレンジって少し怖く感じますか？今の私はチャレンジが好きな方です。でも昔、どん底の時はチャレンジなんてしなかった。だって怖いもん。チャレンジして世界を変えるより、そのままでいる方が得だったから。失敗の恐怖とかを感じなくて済む。自分が嫌な気分を味わいたくないから、チャレンジしない方が得だった。まず本当に感じることだけど、チャレンジして失敗というのはないということ。これだって捉え方。失敗になるのか経験とするのか、それはあなたの捉え方次第なの。反対にチャレンジしない人にとっては何もしないことが得になっているの。失敗した時の痛みや恥ずかしさ、そうしたものを感じるのが嫌だと考えているから。ねえ、笑われるのが嫌なの？チャレンジは他人との競争じゃない。すべてを経験と捉えることができたなら変化が起きます。チャレンジはどんどんしてみるといい。これって会社を起業してくださいとか、そんな大きい話ではないの。今の生活と少しだけ違うことをする。それだけでも十分。今の生活と違うことをしてみる。心をざわざわさせてみるってことなのです。ざわざわさせるってことは、あなたの心に風穴を開けるっていうこと。そこから新しい風を吹かせるの。その時に注意することがあります。チャレンジは他人との競争じゃないってこと。チャレンジをする時にはいつも自分との競争だと思って。チャレンジには勇気も必要だし、行動も必要です。誰かと比べることはしないこと。戦いたいならあくまで自分自身と戦えです。あなたが自分自身との競争をすると他人への劣等感も生まれません。何かにチャレンジするときは心に目隠し。そうすると誰のことも見ないから他者と比べなくて済むんだから。4日目、誰かに認められる日なんて来ない。私たち誰に認めてほしいの？私の場合は両親、特に母親だった。でもそれが分かってたどり着くまでが長かった。それまでは認められたいのは会社だと考えていたから。違ったんです。会社で出世、親に褒められる。学校でいい点数、親に褒められる。これと同じ感覚。会社で出世したら親に認められたような気がすると思っていたの。で、頑張って出世してみた。すごく頑張って出世したら、あれってなった。なんだかすっきりすると思っていたのに、全くすっきりしない。誰かに認められたい。そこには終わりがないの。誰かに認められるってことを軸に置いてしまうと、終わりのない地獄のような状態がやってくる。
もっともっとと終わりない状態。自分で自分自身を認めないとその承認欲求はなくならない。社会的な地位を得ることで認められたい。そして自分自身で自分を認めたい。そんな気持ちが心の奥底にあるからです。本当は自分自身で自分を認めるための理由が欲しいだけなのですよね。でもよく考えてみて。実際あなたはこの世界に生まれて今ここに生きている。それだけでもすごいこと。あなたはたくさんの命の中から生まれてくることを選択してきた尊い存在。あなたは一人ぼっちで生まれてきて、その時不安も心配もなかった。だって自分自身で自分をしっかりと認めていたから。でも社会と関わりを持つことで、だんだん誰かと自分を比べてしまったのね。これは周りの大人、両親の影響。ここで一旦思い出そう。あなたは生まれてきた時、すべての人から祝福されていた。あなたのことを見るすべての人の目は優しく、あなたを愛してあなたを認めていたの。そしてこの宇宙も同じ。あなたのことをずっと愛して認めている。今この瞬間も。あなたも宇宙の一部なのだから、あなた自身の中にいる心の奥底のあなたも本当はあなたを認めています。ちょっと忘れちゃっただけ、今のあなたは。だからあなたが他の人と自分を比べちゃうときには一息入れて思い出して。自分だってできる。こんなもんじゃない。そんな気持ちがよぎったら、それはあなたの中のあなたからのサイン。そう感じるのはあなたの中のあなたが、あなたはできる。素晴らしい存在だよって分かっているから、承認しているから。だからそれを否定するあなたをもやもやさせるのです。あなたにあなた自身は気づかせたいのです。まずはそこに気がつくこと。それだけで十分。5日目、あなたは見られていない。なんだかきちんとできているか見られているような気がする。失敗しないか見られているような気がする。いつも誰かにチェックされているように感じたら、見られているシンドロームにかかっています。なぜか失敗した時ほど見られたりしているような気がしませんか？何か言われているんじゃないかしら、私。笑われているんじゃないとか、これすべて症状の一つ、重症です。私たちってどうしても周りにいつも誰かがいるので見られているような気持ちになります。ですが実際は見られているかなんて誰にもわかりません。見てない？見てない。はい、誰もあなたのことを見てないのです。人間って結構自意識過剰よ。皆さんは日常どうでしょうか？どれくらい他の人のことを見て覚えていますか？あなたの前に座っているデスクの人の3日前の洋服はどうでしたか？今朝あなたの乗った電車で目の前に座っていた人の洋服の色は？ネクタイの色は？私なんて昨日の夕ご飯のことすら忘れることがあります。結構人って覚えていないことだらけなんですね。他の人も同じです。あなたのことをそばで一番見ているのは他でもないあなた自身。他人からは見られてなんていないのです。スパイ映画みたいに一日中監視されているということなどありえない。あなたを監視しているのはあなたですよ。あなたが嫌なのは誰かと比べられること、そして誰かに負けることではないでしょうか。電車の中のような公共の場でさえも誰かと比べられていないかと気にする人がいるのがその証拠です。なぜ見られたくないのか。なぜでしょうか。なぜそんなに比べられたくないのでしょうか。あなたはそんなにも悪ですか？あなたはそんなに悪いことをしていますか？あなたは非難されることをしているのでしょうか？違うはずです。あなたは悪いことなんてしてない。公共の場で見られているとしても、職場で何か言われているような気がしたとしても、あなたしかあなたを見ていない。そしてあなたは悪いことをしていない。見られているシンドロームは幻想だったのです。だってあなたは全くの善人なのだから。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？本書が面白いのが、
自分を愛する方法から始まるのではなく、自分を愛せない理由を徹底的に探るところから始まるところです。過去の自分や常識、ルールなどの縛りを手放すところから始まり、徐々に自分を解放し、自分を愛していくレッスンに進んでいく構成がとても新鮮なんです。堀野さんがずっと語りかけてくれているような、自分の心の中の言葉のような、何とも言えない不思議な空気感がいいんですよね。本書は31日間かけて自愛力を身につけていくというコンセプトなのですが、おすすめなのは毎朝1章ずつ読んでみること。朝読んでその日一日に考えながら過ごしていくと、気持ちがだんだんと整理されていくと思います。そして1ヶ月後、きっとあなたは自愛力を身につけているはずです。そんな本書は現在 Amazon の読み放題サービス Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読めるんです。それに加えて冒頭でもお伝えしたちょっとお得な情報がございます。本書の紹介にあたって出版社様に問い合わせをした時に教えていただいたのですが、なんと現在こちらの書籍を出版しているクローバー出版様で書籍を必ず1冊もらえるキャンペーンをやっているんですって。もらえる本はランダムで、何が届くかお楽しみなのもワクワクしますよね。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド、見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。